こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画は、QC 検定3級、品質管理の手法、QC 夏道具のチェックシートについて説明します。はじめにこの動画の紹介です。1、チェックシートの概要。2、チェックシートの作り方。3、チェックシートの使い方。はい、よろしくお願いします。1、チェックシートの概要、品質管理では、不具合対策や工程能力の把握のためデータを取り、パレート図やヒストグラムを作成して、データ解析をして問題解決や管理に活用します。目的に合ったデータを簡単に記録できたり、整理できれば効率的です。効率的にデータを収集する道具が、チェックシート、です。ここでは例として、チェックシートからパレート図が作成されデータ分析されてますね。チェックシートには、チェックする目的によってたくさんの様式があります。大きく2つに分けると、ある目的を達成するためにデータを取る、記録、調査用チェックシート、と、事前に定められた点検項目を満足しているかを調査する、点検、確認用チェックシート、があります。はい、わかりました。抜けや見落としの防止やデータを簡単に記録、整理が容易というのがチェックシートの特徴ですね。2、チェックシートの作り方、手順1、目的を明確にします。何のためにチェックするのか、チェック結果をどのように活用するのか、を明確にします。チェックシートを作る目的が大事ですね。手順に、目的に合ったチェックシートの様式を決めます。データを簡単に記録でき、かつ整理しやすい様式を決めます。ここでは例として、外観不適合品の不適合項目別に1週間のチェックシートの記録が示されてますね。手順3、記録の方法を決めます。誰でも正しく記録できるように、いつ、誰が、何を、どこで、どんな方法で記録するかなど、記録の方法を明確にします。点検用チェックシートは、現場の点検記録として、点検結果の確認ルートや保管期限などを決めます。大体どこの組織でも、文書管理規定で取り扱いのルールが決められていますね。手順4、チェックシートにチェックを入れます。データを確認したらすぐチェックします。後でまとめて記入するのは、記録漏れや記録忘れの原因になります。数値や名称は、記号化して簡単に記入できるように工夫します。チェックが不要な場合は、斜線を記入するか理由を記録して、空欄を作らないようにするとチェック漏れを見つけやすくなります。手順5、必要事項を記入します。製品名、工程名、測定者、日付、作成部署などを記録しておきます。はい。赤枠の部分ですね。チェックシートの作り方、がわかりました。3、チェックシートの使い方。チェックシートは、その目的によって色々な様式があります。使う場所に合った様式に工夫されており、これが決定版というものはありませんが、チェックシートの種類について代表的な使い方を説明します。はい。よろしくお願いします。1、不適合項目別記録用チェックシート。発生すると予測される主な不適合項目や従来から発生している不適合項目を用紙に記入して、不適合が発生するたびに該当する不適合項目欄にチェックを入れます。どの不適合項目がどのくらい発生しているのか、傾向のある不適合項目が発生しているか、などについて調べたいときに使用するチェックシートで、得られたデータをパレート図にまとめると不適合の傾向を理解しやすくなります。ここでは例として、外観不適合品の不適合項目別に1週間のチェックシートの記録が示されてますね。週の後半に特定の不適合品が多いことがわかりますね。2、不適合要因別記録用チェックシート。各不適合項目の発生状況を、機械別、作業者別、
時間別などに送別して収集するときに使うチェックシートで、不適合の発生原因を調べるのに適しています。不適合項目の種類は、丸×、黒丸、三角、四角などの記号で表すようにするとわかりやすくなります。ここでは例として先ほどの、外観不適合品のチェックシートに、機械別の項目が追加され機械別に、不適合品数が送別されました。週の後半に不適合品が増えたのは2号機から発生しているのが原因とわかるようになりましたね。3、分布状況記録用チェックシート。数値を記録するのではなく、寸法や電圧などの特性値を総分けして、データを取るごとに記録し、分布の形、中心、ばらつきの状態などを調べるときに使います。数値を記録したり度数表に整理する手順がなくなるので、データ処理が早くできます。ここでは例として、寸法チェックシートが示されています。データ取得後は、ヒストグラムに集計され、データ分析される様式ですね。4、不適合位置記録用チェックシート。製品の絵に不適合項目の発生位置をマーキングしていくもので、どの不適合項目がどこに多く発生したのかを知りたいときに使います。不適合項目別に丸、×、黒丸、三角などの別マークをつけると発生位置と量が視覚的に理解できるので、原因調査に役立ちます。数値ではなく、発生位置と量が視覚的に理解できるチェックシートもあるんですね。5、点検用チェックシート。確認すべき点検項目を作業手順に従い記入して、点検するごとにチェックマークを入れます。点検事項や確認事項を漏れないようチェックするのに適しています。チェックを忘れる、サボりを防止するのに効果的です。管理者の確認やサイン、一定期間の保管などの規定化をすると、異常の発見や工程管理の証明としても使えます。はい、よくわかりました。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。